こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。先日はライブの方すいません、ありがとうございました。お母さんね、おかげさまで少しやっぱ元気になってきたみたいで、やっぱ本当に今の時期はね、無理しないことと、やっぱりな、だってなんかこう、やっぱ毎週水曜日っていうのがなかなか難しくなってきてるのかなっていうのもちょっと思ってるので、できる時はやりたいと思っていますので、よろしくお願いします。いつもね、楽しみにしていただいている方、本当にありがとうございます。お母さんへのね、コメントとか、いつもありがとうございます。そして自主練をね、本当に皆さんそれぞれがやっていただいて、いろんな気づきがあると思うんですけど、やっぱ自分のことってね、自分でできるから、あの楽しんでね、やっていただければいいんじゃないかと思います。で、今日は、何かをチャレンジする時の恐れとかね、出てくると思うので、その恐れは何で出てくるかという話をしたいと思っています。なんか新しいことを始める時って、やっぱりこう、怖いんですよね。あと、その今ってなんかね、私は今日受け取ったのは、あの新しいステージっていうのが来たんですよ、ファッと。そのあたりはちょっとエネルギーの転換、ちょうどマヤ暦がね、7月の26日から新しくなったんですね。で、それもあるんだと思うんだけど、本当エネルギーが変わったなと思いますし、新しいやっぱりね、多分みんなステージに、もう変わってきてるんだと思うんですね。で、その時に新しいステージに入ってくると、やっぱ結構ね、断捨離が出てくると思うんですよ。要はその断捨離っていうのはその自分の意識の上でもそうだし、外側のことでもそうだし、なぜならやっぱり新しいことが今度チャレンジしていったりとか、新しいものがこの自分に入ってくるから、そこにやっぱり空きのスペースを作るっていうのかな。うん。空きのスペースがあると、こう、そこにポイっていうのかな、軽くいろんなことができたりするんだけど、重くなってたりとか重い周波数だよね。そういうものがあったりすると、自分自身がやっぱ重いからパッと動けなかったり、あとなんかやることに躊躇しちゃったりとか、なんか本当に軽い状態を作って新しいステージを多分みんながどんどんこう朗らかに、生きていくっていうステージにもうなってきてると思うんですけど、そこには結構断捨離も出てくるから、断捨離をねしていただいて、削ぎ落とすものは削ぎ落として、残すものは残して、あと気持ちの上でもクリアにするとこはクリアにして、ね、自分の気持ちをすぐ選択するようにしていくといいと思うんだけど、なんかついついね、やっぱりだから新しいことのチャレンジが結構出てくると思うんだけど、その時にやっぱりそのなんで怖いのかなんですけど、まずね、人の目が怖いのと結果に執着してるっていうのがあるんですよ。このね、多分2つだと思うんですね。やっぱりさ、何かにチャレンジしようとしたり、何か新しいことをやるときって、この先大丈夫かなっていうさ、その未来的な部分が怖いんですよ。やったことないことだったり、そういうやったことない自分自身を見るわけだから、そこに対してのその一歩進む時の怖さっていうのは、結果が先になんか結果のことを考えて怖いっていうのがあるから、こういうのはやっぱブロック解除しちゃうといいと思うね。ブロック解除するとね、ニュートラルになるから、なんかもう結果も関係なく、とにかく楽しもうとかやってみたいっていう気持ちで動けるようになると思うんですね。あとは人の目、こんなことをやったらなんかこう人はどう思うんだろうとかっていう感じで、人の目をねすごく気にして、こんなの前例がないことだしとかね、今まで自分はやったことないし、他の人に一体どう思われるんだろう、どう思うんだろうとかっていう、あと親の目とか、そのなんだろう、旦那さんの目とか、いろいろ子供の目とかね、一番は自分の目なんだけどね、自分が自分に対して許可してないから、そういうところで怖いっていうのが出てくると思うんだけど、なんかそういうところで自分自身が厳しいんですよ。だからその人の目を気にしてる自分っていうのもすっごい、ブロック解除すると楽になると思うから、ブロック解除していただいたり、何でもいいんですよ。自分がとにかく気分転換できる、そこに対して執着してるものがあったりして、一歩踏み出せなかったりすると思うから、書き換えるといいと思います。だからなんかね、そういうのがなくなってくると、だから人の目を気にしなくなってきて、あと結果に執着しなくなると、本当にね、チャレンジとか行動がめっちゃ楽しいんですよ。だから形になってもならなくてもどっちでもいいやっていうスタンスになってくるし、だからこれは結果に執着しないっていうことでもあると思うね。うん。
であとはそのねジャッジを入れないっていうの、できてもできなくてもどっちでもよくて、そこに対して厳しいわけじゃん。自分も周りも厳しかったりするんだけど、もうその周りの目を気にしないでやりたいって思うその好奇心とか気持ちのままにパッと動ける自分自身になっていくと、本当にねやっぱ行動が楽しい、形にするのが楽しい、あとなってもならなくてもどっちでもいいっていう感じだから、とにかく自分がね楽しいっていう気持ちがいっぱい出てくると思うんですよ。新しいチャレンジっていうのは本当にエネルギーがファって変わっていくところだから、どんどんチャレンジをしていくといいと思うんですね。でもそこには結構断捨離みたいなことが起こるから、結構怖いこともあると思うし、あとは自分自身が人の目とかを気にしてるから、そこを書き換えをするといいと思います。で今ね一緒にみんなでやりたいと思いますので、何かねやりたいと思っていることとか、でもそこに対する恐れとか、なんかこう手放したいけど手放せないと思っている執着とかね、そういうものがあったら、こっち側にちょっとイメージしていただいて、じゃあ今日電球の玉でね、電球の光で見ていただいて、一回見ます。で今度こっち側に新しいものがついてるイメージをしますので、新しいものを見て、それをこうありありとこの感じを感じます。これで書き換わりましたので、新しいことにチャレンジする恐れ、何かねあとちょっと違うとこでもいいんですけど、こんな感じで書き換わるから、こんな状態にして動き出すとすごく抵抗がある状態でね、なんか動きたいと思ってる時に抵抗がある状態で動くとずっと嫌な気持ちでやっぱり失敗するんじゃないかとかって思っちゃうから、抵抗がない状態でどんどん動くと動いていただくといいと思うんですね。あとは人の目が気になるだね。結果を気にしなくていいっていうのもやってみようかね。結果をやっぱりね気にするから面白くないんですよ本当にね。うまくできるのかなとかって半信半疑とか、それをやって何になるんだろうとかね、何にならなくたっていいんですよやりたいんだから、そういう感じ。じゃあこっちがね結果を気にしなくていい、結果に執着しなくていいっていうのを電気がついてる感じね。で宇宙にポイってしてもいいししなくてもいいから、この新しいものを見ちゃいます。新しいものを見てパーってこの光を感じます。うわただ楽しいみたいな感じになりますね。このねやっぱ軽さが大事。スペースができてくるから、ここに本当に怖い怖いでもやりたいでも怖いとかね、そうでもやっぱ結果が怖かったりするんですよ。で結果を考えるともう途端に嫌な気持ちになるから、結果のためにやるわけではないんですよ。やっぱそのプロセスとかやりたいっていう気持ちは結果のためではなく、結果のためでもあるんだけど、やりたいっていう気持ちは楽しみたいんですよね。そのためにやりたいのに、なんか結果のこと考えると嫌になるから、こんな感じで書き換えてもいいよね。あとは最後は人の目が気になる。これはよくあるよね。やっぱなんていうの、これをやりたいとかね、断捨離したいとか住む場所変えたいとかさ、なんかいろいろそういうものに対して誰に何て言われるかなっていうのを気にして、世間の目とか、私も最近ねすごい田舎の村の人たち、インドの人とか見てた時、すごい世間の目気にするのね。てか村の人の目気にして、あれをこの洋服を着ろとかこれをつけろとかさ、いいんだけど全然すごい外軸だなと思って、自分がやりたいようにみんなそれぞれがやればいいのに、ああしてないっていうことに対してすごい気にしてたんですよ。だからそういうどの国も一緒だよね。どんな人も同じだから、やっぱり人の目っていうのは気になるっていうところですね。人の目が気になる、気にしなくていいっていう感じで書き換えていきましょう。じゃあこっち側にね電気の玉がついてますね。どんな色かどんな光か、重いみたいな感じね。でこっち側の新しいやついます。なんか本当に楽しいみたいな感じになりましたね。そうそうそう。
わかるかな、こういう感じで、何かを自分が踏み出すのに怖かったりした時はこういう感じで書き換えるといいと思います。書き換えはね本当にね有効なんですよ。で私ねブロック解除に関しては本当にね最初に習った時にこれで意識が変わっちゃうんだったらやっぱりもうたくさんの人たちに伝えたいなと思ったんですね。なぜなら私が本当にやっぱり楽になったので。でその時にでもやっぱりそれぞれ習ったところの、やり方とかそのルールがあるからやっぱり地球ってルールがねありますからね大事だからね。だけどどうやったらこういう簡単に意識が変わることであったりこのやり方をやり方っていうかとにかくみんなが楽になれるのかなって。私は楽になってきたから楽になるやり方なんとか出したいなと思ってた時にバシャールのねこの電球の玉のブロック解除を、何かのワークショップかなんかでバシャールが言っててこれで私はこれ同じこと言ってると思って。要は最初と最後の最初と最後が違えばいいっていうことなんだけどそれによってたくさんの人たちに伝えられるってすごく思ってでYouTube の動画とかで出せたっていうのがあるんですね。だからすごい